明日のジョーやブラック・ジャックなど数多くの作品を手掛けたアニメーション監督出崎治さん。テレビアニメ早々期から活躍してきました。アニメーションを作りたいっていう意識よりかは映画を作りたいっていう意識が強くて、漫画映画じゃないんだぞ、映画だぞ、もう完全に映画を作りたい、実写に負けない、映像としてはね同じ映像なんだから負けないようなものを作りたい、そういう思いが強かったから。3回パン、画面分割、入射光など独創的な演出手法を生み出し、アニメ界に大きな影響を与えました。ちょっと待ってくれ。子供の頃から漫画が大好きだった出崎さん。高校時代は貸本漫画を描いて小遣い稼ぎをしていました。19歳の時、漫画の神様手塚治虫が作った虫プロダクションの門を叩きます。僕はもう先生と親しくお話をするなと、僕はとてもできなかった。だって神様ですよ、僕なんかにとってはね。貸本漫画家としての実績を買われ入社した出崎さん。当初は作画担当でしたが、やがて演出を任されるようになります。画面を自分で作ってね、しかも音を指定できて、で声まで入るって、それを書いていくときになんかすごい嬉しかったんですよ。だから絵コンテを書いたときに、あ、これ俺好きかもしれない、転職だって、好きかもしれないと思って、嬉しかったですね、すごくね。鉄腕アトムの絵コンテを手塚治虫に見せた時のことです。出崎君ね、もっとエンターテインメントじゃないとダメだよって言われたんですよ。僕は決して100万馬力で明るくやってるわけじゃなくて、ものすごい苦悩を抱えて、で人間のために働いてる男の子の話じゃない、でこれはねやっぱりそこを描きたいから、もうどんな話でも変えちゃうんですよね。結構深刻に書いてしまう。頭が僕はやるべきかやらざるべきかみたいな頭になっちゃう。と先生がもうちょっと楽しいね、アクションのシーンとか入れたらどうみたいなことを言われて。昭和45年26歳の時、明日のジョーで初めて監督を務めます。ボクサー矢吹丈の青春を描き大ヒットとなりました。俺たちはたまたまボクシングをやる矢吹丈ってやつを描いてるけど、そうじゃなくてこいつのどうやって生きていくかっていうね、この若者、ちょうど70年代ですかね、こいつの青春を描くんだと、青春映画を作りたいって変な言葉で言うと安っぽくなっちゃいますけど、でもなんか若者の一人をドキュメントするんだみたいなつもりでね。虫プロを退社し、さまざまなアニメを手掛けるようになった出崎さん。31歳の時、児童文学を原作にした「ガンバの冒険」の監督を務めます。ネズミのガンバと仲間たちが凶暴な敵に立ち向かう姿を描いた作品です。こんなところでくたばってたまるかい。殺せ。あえて血が流れる描写も入れました。子どもたちに生き抜くことの過酷さを伝えたかったのです。この時期出崎さんは表現方法を模索していました。低予算で作られる日本のアニメ、細かい描写や動きが制限されていました。なんとか絵を印象的に見せられないか。その試行錯誤が「明日のジョー2」で実を結びました。よ、元気だったかい虹。出崎演出と呼ばれる独特な手法です。動きが止まり、絵画風の画面に変わる止め絵、登場人物の心情などを強調するために使います。この作品に触れた時に、その一つの
記念写真というかな、つまり印象に強く残す、その過去未来超えてね、なんか残っていくようなものっていう意味という、残したいというのはこっちの側の気持ちが画面に質感を持たせたい時に、どうしてもセルアニメーションだと限界がありますんで、そんなら絵画として作っちゃえみたいなね。同じ動きを何度も繰り返す3回パン。見る人に強いインパクトを与えます。見る人たちにとってはこういうふうに見えた、こういうふうに見えたっていいんじゃないのっていう、だからその本当そのままこう並べるんじゃなくて、その心の中で並べてみるっていうか、強調してみるっていうか、その時にあんなふうになるんじゃねえかなっていうふうに僕は思って、だから本当のものの本当さを伝えるためには、その現象だけをその通り伝えても伝わらないんじゃないかと。そしてこうした技法を使って視聴者に伝えたかったのは、主人公の生き様でした。燃えかすなんか残りゃしない。真っ白な灰だけだ。明日のジョーの原作者千葉哲也さんにその思いを語る貴重な映像が残されています。ジョーはだから負ける男の話ですよね、ある意味でね。もうほとんどそうですね。だけどあいつの持ってる何かがそうじゃないふうに見えるじゃないですか。それは素敵なことだよね。堂々としてるもんね。だからそれをね、本当はね読み取ってほしいですよね。かっこいいだけじゃない、強いだけじゃない、ジョーはこんなに負けてるんだぞ。だけど誰も負けてるっていうイメージ持たないじゃないですか。それは彼がある意味で勝ってるからだと思うんだよね。だからボクシングを通り越して彼は生き方を貫いてるんだと思うんだね。なんかそういうのって大事にしてほしいなっていう、気がしますよね。私よりあれですね、出崎監督はジョーや力士のこと詳しいんですね。いやいや詳しくないそうじゃねえかなって。いやそうじゃないかなって、確かにそうでしたよ。ちょっとびっくりしたな。そういう。いや梶原さんに聞かせたかった。そうですね。もうね、ここにいてほしかったね。だけどね。原作を深く読み込みアニメ化してきた出崎さん。天才的な外科医が主人公のブラック・ジャックでも物語を再構築します。医師免許を持たないブラック・ジャックと安楽死を請け負うドクター・キリコ。ドクター・キリコ。原作では対立することの多い2人ですが、出崎さんはキリコが治療を手助けする場面を作ったのです。第一次大戦後に禁止された化学及び細菌兵器のすべて。1921年国際病理学協会発行。毒物のプロとしては思い出すのに手間取りました。その原作世界の中で描かれてないものが絶対あるはずだと。僕に言わせればね、それが独自の解釈じゃなくて原作にその方が忠実なんじゃないかと思うわけですよ。いわゆるスポコンから児童文学までさまざまなジャンルの作品を手掛けた出崎治さん。アニメーションの可能性を追い求めた67年の生涯でした。僕はいつでも例えば作品がなんかつまんないのはシナリオのせいだとかね、その作画のせいだとか、そういうことを絶対言わないぞということがまずスタートです。一人のやっぱり誰かの感性がそこに通ってる、良くも悪くも通ってないと見る人に対して僕は失礼だと思ってるわけ、見てる人に対して失礼のないように、一つの生きてるものとしてね、感性を通したいということでしかない。